その練習法、意味ありますか？こんにちは、斉藤直樹です。はい。急に脅かしてごめんなさい。今日はですね、上達しない意味のない練習法がテーマです。よくですね、僕の元には、どういう練習をすれば、どういう考え方をすれば、効率的に無駄なく上達できますか？という質問が来ます。本当にね、効率のいい練習法については、僕が以前紹介した動画と書籍、イラスト最速上達法を参考に練習していただくのが一番効率はいいんですが、それ以外はですね、やっぱりなんといっても意味の薄い、上達にあまり繋がらない練習法を避けるっていうのもすごく大事だと思うんですよね。だってね、やっても上手くならないのに、それにね、永遠と時間を使っていたら、なんか努力しているにもかかわらず、なぜか絵が上手くならないっていう無駄な時間をずーっと過ごしてしまうことになるじゃないですか。それってやっている本人からしたら、かなりね、残念なことですよね。はい。がっかりです。でもね、実は今日紹介するような無駄な練習法、かなりやってる人います。僕はそれを見るたびにね、それ確かにやった気にはなるんだけど、でもあんまり上手くならない練習法なんだよな。もったいないなって思っちゃうんですよ。はい。でも大丈夫です。今回の動画を見ていただいた皆さんは、そんなあまり上達しない練習法を避けていただいて、じゃあ代わりにどんな練習をすれば上達に実際につながるのよっていう上達に実際に効果がある練習法についても知っていただけると思います。ぜひ最後までお付き合いください。それでは早速行ってみましょう。体の一部をリアルに描く。まず最初に紹介する上達にあまり効果のない無駄な練習法1は体の一部だけをリアルに描くっていう練習法です。はい。例えばこんな感じのやつですね。はい。これはですね、小中学生に結構多い傾向にあると思います。俺さ、めちゃめちゃリアルな目描けるよ。めちゃめちゃリアルに口描けるよ。みたいなやつ。遊びとしてのトライなら、全然面白いし否定する気はないんですが、これを上達法として繰り返しやっちゃっている人がいたら、それはね、ちょっと注意です。リアルな目、リアルな口、どんなにたくさん描いても絵が上手くなることはありません。はい。なぜこれを繰り返していても絵が上手くならないのかっていうと、理由は簡単です。目はね、単なるパーツに過ぎないからです。パーツをですね、いくら上手く描けたからといって意味はね、あまりありません。なぜなら絵は全体で見るものだからです。目をね、リアルに描けるように練習するっていうのは、例えば言葉で例えるなら、一つの単語だけを永遠と発音練習しているっていうのと同じような感じがしますね。例えばね、日本語を練習している人がいたとして、その人が永遠と試合、このね、試合っていう言葉だけを繰り返し練習していたとしましょう。でね、かなりネイティブに近い発音で、試合ってね、言えるようになりました。でも大事なのは、その試合っていう単語を文章の中でうまく使いこなすことができるのか、自分が言いたいことを相手に伝えられるかが本当は重要なわけですよ。諦めたら、そこで試合終了ですよ。文章として意味をなして初めて単語というのは価値を発揮するわけです。これはね、絵でも全く一緒です。パーツが完璧に書けたとしても、それは単にね、単語が書けた状態、単語練習の段階なんですね。書く範囲を広げてみよう。じゃあどうすれば実際に上手くなれるのか。それは単語の練習だけではなくて、短くてもいいので文章を練習するようなことにチャレンジすることが大事です。例えばこんな感じ。はい。さっきは目だけの練習でしたが、今度は少し範囲を広げて顔全面を描いてみました。一応これでもですね、頭は描いてませんし、耳も描いてませんし、体もなければ背景もない。まだまだね、パーツの状態ではあるんですが、でもね、それでも左目に対しての右目の位置だったり、鼻に対しての目の大きさだったり、それぞれの色の濃さのバランス、書き込みの量など、各パーツ間でね、関係性が生まれてますよね。先ほどのように文章で例えるなら、単語だけではなくて、この絵は一つの文章ぐらいにはなったと思います。本当はね、全身を描くとか、少なくともバストアップぐらいの絵を頑張って描いた方が、上達の近道にはなるんですが、でもね、いきなり最初から全身を描くとかって、ちょっと気が重いじゃないですか。気軽に描けなくなっちゃいますよね。なのでもし、今まで目だけしか描けていなかったんだとしたら、少しだけそこからステップアップ、描く範囲を少しだけ広げて、顔の中身全体を練習してみてください。その方がね、やっていることを無駄にせずに、あなたの絵の上達につなげられると思いますよ。形を修正しない鉛筆デッサン。
さて、二つ目に紹介する無駄な練習法。これもですね、かなり多いです。多いっていうか、ほとんどの人がこうなっちゃってるんじゃないでしょうかね。はい。それがこれ。形を修正しない鉛筆デッサンです。例えばね、シンプルに表現するとこんな感じ。はい、ドン。ですね、かなりシンプルな形を描きました。単なる四角なんですが、シンプルゆえに、パッと見て皆さんだったら、どこが変な部分か気づくはずです。はい。そうですね。形がね、ぐにゃーんと歪んでしまっていて、右下に向かって凹んでいるような四角になってしまっています。今回はね、わかりやすく、すごく単純に四角を描きましたが、例えばですね、空き時間とかに、身の回りのものをデッサンしてみながら、絵の練習をしている人って多いと思うんですよ。例えばね、机の上にたまたまあったティッシュ箱とか、あとはペットボトルとか、椅子とか机とかね、そういういわゆる生物デッサンですね。そういう生物のデッサンをするときに、一回それをデッサンして、そしてそのまま形が崩れたままですね、描きっぱなしにしちゃっている人がすごく多いと思います。確かにね、影とか模様とかね、そういう細かい部分はしっかりと描き込まれているんですが、いかんせんこの絵のように、形が変なまま描き込まれちゃっているようなパターンです。表現の中にはね、わざと形をぐにゃぐにゃに変形しながら描くっていう表現手法もあったりするので、それを意図的にやっている場合にはそれでいいんですが、意図せずに形が崩れちゃっている場合、それをそのままにしておくっていうのは、上達の機会をみすみす逃しているに近いです。じゃあどうすればいいのかっていうと、こうします。しっかり見て、しっかり修正する。はい。この映像のようにですね、ここ歪んでるな、ここ形違っちゃってたな、不自然に見えるなっていう部分を発見して、そしてね、元の形をよく見て、そして何よりも修正することです。皆さんですね、描くっていうプラスの作業は積極的にするんですが、それをね、消したり、ましてや不自然な部分を直すっていうマイナスな作業は、めんどくさくてですね、あまりやらない傾向にあります。気持ちはわかります。一旦描いたものを直すのは、すごく精神的な苦痛を伴いますし、そのままにしておきたいものです。なので、単にね、趣味で気軽にお絵描きを楽しみたいだけっていう人には、むしろ修正なんてせずに、そのままにしておいた方がいいと僕は思いますが、ことね、上達したいっていう人は、これ実は上達の最大のチャンスなんです。今ね、形が変になっている部分って、実はですね、他の絵を描いたとしても、その人は同じように崩れる傾向がある部分なので、今そこを発見して、そして修正することで、次に描く絵においても形がなかなか崩れないような土台を作ることができますし、たとえ次に描いた時にもね、同じように形が崩れちゃったんだとしたら、それを直せるだけの芽を育てることにもつながります。はい。デッサンを修正することでね、芽が育つんですよね。ぜひね、形の崩れを発見したら、積極的にゴシ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 直してみてください。僕が見た中で形を直すっていう作業をする人はめちゃめちゃ少ないです。もうなんならね、100人に1人ぐらいしか、これを実際に実行できる人っていないと思います。そのぐらいレアな行動なので、あなたがもしこれをできたとしたら、少なくともあなたの周りの100人は上達の速度で余裕で出し抜けます。ぜひやってみてくださいね。最後まで描かずに次に行く。絵はとにかく物量です。描けば描くほど上手くなりますし、描かなければ全く上手くなりません。と、このように僕は以前からお伝えしていますし、おそらく他の絵描きさんに聞いても同じようなことを言う方がほとんどだと思います。ただこの言葉を聞いて、ちょっとね、勘違いしちゃう人がいます。どういう勘違いなのかというと、はい、私はこんなに絵を描きましたどさーってね、ノートの束を見せてくる人です。いや、めちゃめちゃすごいですよ。5冊、6冊、7冊。そんなにね、積み上げられるほど絵を描いたとしたら、そりゃもう絶対に絵が上手くなるはずです。うおー、すごいですね。何描いたの？そう思って中身を見てみると、パラ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 。はい。こんな感じのパターンですね。確かにね、ノートの冊数にすればすごい量に見えるんですが、一枚一枚の絵がもうラフというか、走り書きレベル。5分とか、よくて10分ぐらいで描いた絵ばかりだったりします。こういうノートの場合、いくら物量を増やそうと頑張って、ノートの量ばかりを増やそうとしていったとしても、全くもって絵が上手くなることはありえません。なぜかというと、絵が上手くなるっていうのは、新しい何かを発見する。それを自分の絵に取り入れる。そして絵に馴染ませるという工程を経て起こります。例えばさっき紹介したデッサンを直すという行為には最初にね、新たな発見が起こりますよね。あれ？ここよく見たら形違うじゃん。そっか。本当はこうなってたのかっていう発見ですね。そういう発見をして、で、実際に修正して、その発見を実際に自分の絵に取り入れるっていうことをします。で、それを何度も何度も繰り返せば、その発見が自分の絵に馴染むことになるでしょう。そういった工程を経てね、絵は上手くなるんですが、描き殴っただけの
も楽だったらどうでしょうか。特にね、新たな発見もなければ、それを自分の絵に馴染ませるような工程もありませんよね。確かにね、もう物量は大事なんですが、だからといって、ノートの物量を増やしていっても、それは全くの無意味なんです。後でペンを使って書き切ってみる。ではどうすればいいのか。今までやったノートが全部無駄になっちゃうのかというと、いやいや、そんなにがっかりしないでください。あなたが今まで書いたノートは、下書きとしてすごく役立ちます。例えばね、こんな下書きがあったとしましょう。まだ書き殴り状態で、これだけでは絵が上達するような練習にはなっていませんが、これをですね、下書きにして、あるいはね、新しく書いてもいいんですが、この絵を元にして、ペンでしっかりと仕上げてみましょう。例えばこんな感じですね。おそらくね、今まで書き殴り状態で終えてしまっていた人の場合、このペン入れの段階ですごくストレスを感じるはずです。なんかわかんないけど、ペンで描くと全然上手くならない。今まで変じゃなく思えていた絵が、ペンで描くとなんか変に見える。なんで？って。はい。そうなんです。でもそれこそが新たな発見です。今までね、薄く描くことでごまかせていた、もともと変だった部分が、ペンで濃く描くことによって、自分自身で、これ変だって思えてしまうぐらい、わかりやすく浮き出てきてしまったわけです。で、それを受けてね、じゃあ次はどうやったら変に見えないんだろう。そう考えて、そして試してみることで、そこで上達って起きるんですね。そうなんです。書き殴り状態でそこで終えてしまっていたら、発見はいつまで経っても起きません。結果、あなたの上達はずっと起こらずに、そこでね、上達が止まってしまうんですよ。ペン入れはね、ちょっとめんどくさいかもしれません。でも、めんどくさいかもしれませんが、そこを乗り越えたところに必ず上達って待ってると思います。ぜひね、そういう走り書きがあったとしたら、後でペンを使って最後までね、書き切ってみましょう。それが絶対あなたの上達につながるはずだと思います。体の一部をたくさん描く。これは一番最初に紹介したものとちょっと似ていますが、絵の練習をしていますっていう人の中にこういう人が結構います。見てください。こんなにいろんな目が描けるようになったんですよ。ほら見てっていう人。はい。確かにね、たくさん描いたのはすごいと思うんですが、こういうね、体の一部だけをたくさん描いたとしても、絵は上手くなりません。はい。理由はさっきお伝えした通り、単語だけを練習しても文章作りは上手くならないという理由からです。確かにね、アニメのようなデフォルメイラストの場合、目もね、記号表現なので、どういう手順で、どのぐらいデフォルメして描くのか、というような研究も必要かもしれません。なのでその過程で、こういう絵を描くことがあるっちゃあるんですが、それはですね、上達のために描くわけじゃありません。絵柄の研究の一環として描くか、あるいは絵柄のカタログのようなものを作る場合ですね。はい。決してね、上達のためにやっているわけじゃありませんし、こういう絵をいくら描いても上達にはつながらないんです。いろいろな表情を描いてみよう。じゃあどうすればいいのかというと、目を練習したいときはですね、こんな風に目も含めた表情の練習をするのがいいです。はい。イラストは目が大事と言いますが、なぜ目が大事なのかというと、目で感情表現ができるからです。キラキラ目を輝かせて憧れを表現したり、目を細めてね、じとっと睨むような表情だったり、きっと目に力を入れて相手を見据える表情だったり、いろいろな表情を目によって表現することができます。ただね、じゃあそれを目だけで表現しているのかっていうと、実はですね、そんなことはなくて、例えばね、首の傾きとかだったり、あとは顔の角度、そして口の表情や眉毛の表情の兼ね合いによって、いろいろな表情を描き分けているわけですよ。なので、この口の場合には、こういう目だと表情がこんな風に表現できる。こういう眉毛の時には、こんな目がいい。などなど、他の要素によっても、目の表現を調整する必要って出てきます。体全体をね、無理に描く必要はないんですが、でもね、目だけを練習していても、あまり上達の効果って得られません。目を練習したい時には、他の顔のパーツも含めて、表情を練習するように描いてみましょう。きっと目だけの時よりも、何倍も練習の効果を上げていただくことができると思います。動画だけを見る。さあ最後、これだけやっても意味がない、上達しない練習法。最後のポイントは、僕の立場上これを言うのはどうなのかなとも思うんですが、でも、はっきり言いましょう。動画だけを見ていても絵は上達しません。しませんね。はい。僕はね、YouTuber でもあるので、皆さんがたくさん僕の動画を見てくださるのはすごく嬉しいんですが、だからといって、見るだけをやっていて、実際に書くをやらないでいると、それは上達からは遠のくと思います。はい。なぜかというと、絵はスポーツと同じです。頭の中にあるイメージを実際に手
手を通して表現すること。極めてね、フィジカルな表現なんですね。動画を見る行為は、確かに頭の中にあるイメージを膨らませることだったり、それを実際に手を通して表現する時のコツなんかをつかむためには非常に有効だと思います。でもね、だからといって見るだけでその身体感覚をつかめるのかというと、そんな人はね、ほぼいないんじゃないかと思うんですよね。もしね、動画の配信とかをしていて、私の動画を見るだけで絵が上手くなりますよって言い切っている人がいたとしたら、それはね、もう詐欺なので注意してくださいね。絶対に動画を見るだけで絵が上手くなることはありません。きっかけぐらいはね、つかめますけどね。1個は実践してみる。じゃあどうすればいいのか。はい。これはもう極めてシンプルです。今日紹介した内容。何でもいいです。何でもいいので、1個だけ、これが終わった後で1個だけでいいので、実際に試してみてください。目だけじゃなく表情を描こうっていう内容がピンときた方は、いろんな角度で、いろんな表情を描くのにチャレンジしてもいいですし、そういえば描きっぱなしのラフスケッチあったわ。あれを仕上げてみようかなっていう人は、実際にこの動画が終わったら、それに取り掛かってみてください。デッサンの形の修正したことなかったわ。周りの100人がやらないんだとしたら、俺だけこっそりその練習をやって、ちょっと差をつけちゃおうかなっていう人は、よく見てね、修正をする練習に取り掛かってみてもいいでしょう。一つでいいんです。一つでいいので、実際にやってみましょう。それをやることで、あなたは今までよりも劇的に進化します。この動画で知識をインプットして、それを実際に自分の手を使ってアウトプットまでつなげることができたからです。ぜひね、動画を見るだけではなく、実際にやってみる。実行してみてください。これが何よりも絵を上達させるための一番のコツだと言えると思います。以上が今日僕が伝えたかったことです。いかがだったでしょうか？また、今回の内容を受けて、めっちゃ絵が描きたくなった。でも、どういう順番で、そして何を考えて、どう絵を仕上げていったらいいのかわかんないよ。イラストを最初のラフから仕上げまで、順番にやり方教えてっていう人もいるかもしれません。そんな方には僕が Vimeo から出しているこの動画講座、1ヶ月で絵が上手くなるイラスト上達プログラムがおすすめです。この内容全部で4500円なのってね、ちょっと自分でも引くぐらい、この動画講座安く出しちゃったので、ちょっとね、今は後悔しているんですが、イラストのラフから仕上げまでの工程を丁寧に解説しつつ、実際に皆さんと手を動かしながら、イラストの上達につなげていけるような内容です。見るだけじゃなく、絵を描きながら確実にイラストの上達につなげるぞと強く思っている皆さんは、とても効果の高い内容になっておりますので、ぜひこちらチェックしてみてくださいね。概要欄に URL を載せておきます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。